植木チャンネル。皆さん、こんにちは。セクマ障害者の植木です。今日は、オンライン会で、送信塾の、道場に来ています。早速ですが、陸上の大谷明夫先生に自己紹介をお願いします。はい。空手道東進塾、塾長を務めさせていただいております。大谷明夫と申します。ですね、空手道、東進塾ってここに書いてるんですが、その空手道場を主催させていただいております。メインはですね、オンラインで配信させていただいてるんですね。コロナ禍になった2020年に、本格的に始動したオンラインの空手道場なんですね。実は今オンラインだけじゃなく実地で通われている方たちもいらっしゃるんですが、オンラインがメインで稽古しているというね、空手道場です。僕らがね、前に学んでいた、空手道場があるんですね。で、一緒に、ね、汗を流して稽古をさせていただいておりました。はい。そこの道場を、大会させていただいて、で、2年前にその東進塾を始めて、で、最近ですね、去年になって、東進塾やってますって、2年間、2000回の稽古をしましたっていうね、SNS で告知させていただいたら、上地さんが見つけていただいて、はい。で、またやりたいですっておっしゃっていただけて、また2人で、稽古するっていう感じになりました。はい。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速なんですが、東進塾空手というのはどういう空手なのか、オンラインで本当に空手できるのっていう方もいらっしゃいますが、どういう空手なのか、結構新時代の空手だと思うので、東進塾空手について教えていただきたいです。はい。はい。東進塾ですね。2018年に実は、スタートしてたんです。その時はオンラインじゃなくて、このスペースで週に1回、稽古してたんですよね。はい。で、コロナ禍になりまして、道場で稽古ができなくなっちゃった。ね、どうしよう。ね、で、周りの人たちが、結構ライブ配信をされて、でね、コロナうつになっちゃったとか、コロナ太りしちゃったっていう人たちのためにいろんな情報とかを発信してたりとかされたり励ますようなライブ配信だったりとかね、体操とかをね、やってる方がいて、で、僕に何ができるかなと思ったら、空手できるなと思って、はい。で、Facebook っていうね、SNS を使ってライブ配信を始めたんですね。はい。で、ライブ配信してる側って向こうの姿って見えないんですよ。見てくださってる視聴者の方ね。でもコメントを見れるんですよ。で、皆さんがね、すごくね、体が楽になったとか、ハイキックが切れるようになりましたとか、体重が5キロ落ちましたとか、性格が明るくなって友達ができましたとかね、引きこもりだったのに外に出れるようになりました。すごい効果ですね。一体何が起こっているんだと。本当ですよ。はい。本当にびっくりしちゃって、もともとのそのセルフ整体空手っていうので、従来の空手とは違って、自分の体を、ね、緩めて整えるっていうのをしていくっていうね、整体の施術ってこう人から受けたりするものなんですけど、それをセルフでやるっていうのを空手の動きでしちゃうっていうのでやっているんですよね。で、それがオンラインでも伝わったっていうのはすごくびっくりしてですね、はい。で、これは、ね、当時オンラインサロンっていうのがすごくね、いろんな著名人の方たちが始められてたので、ちょっとオンラインサロン型の空手道場ってできるんじゃないかって思って始まったのが、このオンライン空手道場、東進塾っていうね、ことなんですよね。今、初めて知りました。一緒に稽古してた。
今も、最新の YouTube チャンネルがあって、はいはい。たくさん、動画を配信されてるので、ぜひ、そちらの方もご覧になっていただけるといいですが、今回が3回にわたって、東新宿の魅力をお伝えしたいと思います。おっす。はい。じゃあ、植木さん、東新宿でね、正式に11月からね、入塾って、10月のね、下旬からね、すでにスタートされてましたけど、約2、3ヶ月ぐらい稽古されてるわけですけど、東新塾に対してどのような印象をお持ちですか？そうですね、入ってすぐに、同い年、どなやろうって思ってたんですけど、すごく、ウェルカムな感じっていうか、いろんな人に対してウェルカムで、アットホームっていうか、いろんな人が自分らしくいていいよっていう雰囲気があって、例えば、ニックネーム、あれしてるびっくりしたんですけど、そうですね。すごくね、ウェルカム感は僕すごく出したいなっていうのがあって、日本、海外とかもあるかもしれないですけど、孤立したりとか、いわゆる最近ではぼっちっていう言葉とかね、結構言われたりとかするじゃないですか。でも結構学生時代とか孤独感とかぼっちになったこととかが結構あったんですよ。はい。で今まで武道とかもやってきて、やっぱ道場の中でちょっと孤立しちゃったこととかもあったりとかしてね、道場の中で仲間とか友達ができにくいとかあったんで、そういう寂しい思いを誰にもしてほしくないなっていうのがすごくあるんですよ。だからすごくそうだから入塾された時にみんなで歓迎してあげてくださいって言ってね、Facebook とか LINE グループっていうプラットフォームを使っているんですけど、そこでみんなで、ね、絶対温かいメッセージを送り合おうねっていう感じにしてるんですよね。あとニックネームの話をされたんですけど、ね、普通道場ね、武道とか道場入ると道着とかに入れる名前も結構名字っていう感じが普通なんですけど、ね、このフルネームであったりとかなんですが、そういう伝統もすごくいいと思うんですけど、今ね、多様性の時代っていう風になってきてるから、幾分かね、ちょっと自由な寄付も取り入れたいなと思いまして、で、あだ名とかニックネームとか、こういう風に呼んでほしいっていう名前で、道着とかに名前入れてもいいよとか、あと、その道場の中のね、仲間との会話とかで、何々ちゃんと言い合ったりとか、で、なんかそういうような感じで、ニックネームとかを OK にしてるっていうのはあります。最初びっくりして、結構横文字の方がいて、ある時、サトルさんって呼んでいいですかって言ってもらえて、めちゃくちゃ嬉しかったです。嬉しい。本名サトルなんですけど、言っちゃった。でも、そういうふうにオンラインでも、イベントをやって、入ったらいきなり、ハロウィンで、パーティーで先生がドラキュラの格好で結構あったかい個性が出しやすい雰囲気があると思ってます。そうですね。入られた時期が10月だったからね、ハロウィンパーティー、仮装して空手稽古っていうのね、みんなでやったりとか。衣装が間に合いませんでした。間に合いませんでした。お笑いイベントとかね、やってね、してましたよ。そんな感じで楽しくやってます。もう一つ自分は、
いいなと思った点は、困った時に、相談できる雰囲気があって、空手自分座ってやるので、できないことがあるんですけど、それについても二人で相談して、じゃあこうしましょう、みたいな。そういう雰囲気が、すごくみんなで家庭を作ってるみたいな感じがいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。そうですね。なんかこう、僕が作って、なんか大谷流で、まあ一人よがりで、もう、でんと俺の言うことを聞けみたいな感じの道場はやっぱり嫌だったし、だからそういうのって多分この時代生き残っていけないと思うんですよね。まあ道場とかもやっぱりビジネスでもあるわけだし、競合とかがいっぱいいて、その中で生き残っていかないと。まあもちろんその生き残っていくっていうのも大事なんですけど、僕が作りたいコミュニティはそういうなんじゃなんていうんですか、なんていうの、他を蹴落として、ね、自分だけが、組織だけがみたいなっていうのはすごく嫌だって。で、みんなが居心地がいいコミュニティっていうのでね。はい。だから僕も、提案とか、もうリクエストとかも何でもウェルカムにしてて、で、そういうのを聞いたりとかしてて、どんどん年にみんなにとって良いコミュニティにしていけたらなっていうのがすごくあるんですよね。だから自分の中だけでアイデアが出て、自分だけでね、なんかいいものって多分作り出せるの限界があるんですね。いろんな人のアイデアを入れてこそ、ね、もっとより良いものになっていくんじゃないかなと思ってる。ね。だから悟さんのような方ができるような技とかも一緒に研究していこうっていうね。まあそういう感じでおります。はい。それでは、技を今から実演してみます。じゃあ技の実演をしてみたいと思います。よし。はい。ではですね、東新塾に、かかと切りという技があります。で、後ろから相手がね、この首を絞めに来たとか、抱きついてきたとかね、まあそういった相手に対して、かかと切り、こういうね、自分の体を前に倒しながら相手の股間を切り上げるという技があるんですが、これがね、植木さんだとこのままの形で再現するの難しいなっていうことで、2人で話し合って作った切り方がこれなんですね。前に手をつきながら、サソリの尻尾がこう上がってくる。で、悪いやつだと襲いかかってきた。で、カマンと切られてしまうという。はい。このような感じで、はい。植木さん専用の、かかとというのがね、できたわけです。はい。では次は、側頭膝関節蹴りという技が、都心塾にあります。側頭、足の刀とかって、この小指がこの部分で切る技ですね。で、横から殴りかかってきたりとかね、する相手に対して、その相手の膝関節にこの側頭を蹴り込む。これが側頭膝関節蹴りという技なんですね。ですが、植木さんはね、これ座ってらっしゃるので、この蹴り下ろすっていう形にならないので、まあ、こういった形で、はい、アレンジしました。斜めに蹴り上げる、ね。植木さんに対して誰かが危害を加えるとして、多分こういうふうに相手の膝関節高い人がいると思うんですね。そうです。なので、この下からガーッとこう蹴ると、こういうふうな感じ。これが植木さんのための側頭膝関節蹴りです。今見てもらった通り、技とかも、アレンジしていただく、それがお互いの意見を出し合って作っていって、そういう場を提供していただいていると思っています。都市が障害者を
LGBTQ では、ウェルカムです。ウェルカムです。はい。ぜひぜひ皆さん一緒に空手やりましょう。おっす。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。